面白いシーンには必ず驚きがあるじゃないですか。読み切りとしての完成度大事じゃないですか。印象的であることが一番大事だと思うんです。そこは狙いました。その時点で僕はもう賞をあげていい人だと思ってたり、編集者によってはいだいぶ考え方が違う。確かに山賀編集部の白木です。ヤングマガジン編集部の拓磨です。ヤングマガジン編集部の上田です。ヤングマガジン編集部のヒデです。せーの。講談社漫画家ディスカバリー Q&A ヤンマガエディション。ごめんなさい、もらわなくて。暗い講談社漫画家ディスカバリーじゃあせーの。講談社漫画家ディスカバリー Q&A ヤンマガエディション。インスタグラムで募集した質問に今日は答えていきます。早速1つ目いきたいと思います。なんすかこのポストは。この中に質問が入ってるということですね。はい。あ、いっぱい入ってお、ます。たくさん解いてる。まず、はい。ですね。読み上げます。はい。なぜ海外のクリエイターに注目されているのでしょうか。海外のクリエイターの視点から生まれた作品は日本の読者にも届くと感じますか。それとも主に海外の読者に向けたものなのでしょうか。ほう。という質問ですね。まずはあれかな。なぜ海外のクリエイターに注目している。講談社が注目しているのかということですね。まあ、多分僕らの思いみたいなもので言うと、単純にその海外の漫画家さんにめちゃめちゃ可能性を感じているのが一番大きいと思うんですよ。特にまあ僕ら青年誌なので、青年漫画とかだともうその土地でしか生まれないドラマとかがあるわけじゃないですか。でそれはもう漫画の幅を広げるものに他ならないし、例えばなんて言うんでしょうね、アメリカの人が描いた NBA を目指す漫画とか、もしくは韓国の人が描いた長編の漫画とか、そういうの経験って僕らの感覚では分からないから、その土地の人が描いた方がいいに決まっていて、でそういうものを多分出していただくともっともっと漫画の可能性が広がると思うから、そういう意味でなんか海外のクリエイターさんにもっとチャレンジしていただきたいっていうのがなんか講談社としての気持ちなのかなって勝手に思ってます。僕は海外の映画だって確かに小説だって日本人みんな大好きですから、逆に響かないはずがないというか、もともと初期の漫画家の人たちだって海外のね映画とかディズニーとかをすごい参考にしてたわけですし、映画などで起きてるようなことが漫画でも起こることはもう想像に難い。考えるともう絶対届きますよね。最後の海外の読者に向けたものでしょうかっていうのもそんなことないですよと。全然日本、海外の読者のみに向けたものでは決してないですよね。そうですね。日本の読者であり海外の読者っていうところです。どっちもですよね。どっちも。そうですね。これがすごい広がっていったら、もしかしたらこの作品はなんだろう、フランスの読者にめちゃくちゃ売れるかもしれないっていうことが起こるかもしれないですね。じゃあ次いきますか。2通目いきます。これですかね。これは審査の話ですね。審査では続きの可能性と読み切りとしての完成度のどちらを重要視しますか。作家さんが物語を展開させる力ときちんと締めくくる力、どちらを評価しますか。漫画アカデミーの新人賞の話です。なんかでもあれですね、すごい最初に思ったこととして、日本の新人漫画家さんと抱える悩みがやっぱ一緒なんだなって、こういう質問結構受けたことあります。いや、ありますあります。はい。どうですかね、これ結構人によって意見分かれそう。その物語を展開させる力と締めくくる力であれば、展開させる力なんですけど、読み切りの中で、持続の可能性と読み切りとしての完成度と、なんか持続の可能性もちろんあった方がよくて、これは企画になりそうだとそれはもうプラスアルファなんですけど、なんか引きを作るみたいな意味で言うと、多分次を考えない引きって結構いくらでも作れちゃうんですよ。だから僕はどっちかっていうと読み切りとしての完成度もなんかちょっと違うなっていう感じがするんですけど、ちょっとそんなに新人賞に完成度は僕は求めないなっていう気がするんですね。なんかどっか飛び抜けた部分の方が小さくまとまるものよりいい気がするから、この2つを比較していることがちょっとなんかあんまりしっくりこないなっていうのが思うところです。
そんな完成度っていうよりは何かこう突き抜けたそうですね。衝動みたいなのがあるといいんじゃないかみたいな。ファッション。続きの可能性と読み切りとしての完成度っていうのはなんだろうな、正直どちらでもいいというか、なんかいずれにしてもじゃあその最大60ページの読み切り読んだ時の満足感を得るために結局なんか構成しなきゃいけないじゃないですか。でその構成力みたいなことをその作品を通じてその作家さんから感じられるかどうかだと思ってて、でその構成力が、なんだろう、その作家さんが考えるベストな構成というものが、読み切り、要はこれ以上続かない話、として完成度が高ければそれでいいし、逆に続く可能性ですね、これは連載の1話であるかのような内容であってもしっかり構成されてその1話としてのなんでしょう、満足感が得られれば、それはそれで構成力が高いって話だと思うので、どうですか、僕バカなんでシンプルに読み切りとしての完成度大事じゃないですかと思っちゃいましたけど、まあそれはつまりまとめる力っていう意味合いで、この、ちょっと僕のこれは深読みなんですけど、なんかこう無限に広がるエピソードのなんか世界観とかを見せるみたいなことが続きの可能性ってなって、そういうなんかこうまず世界観をバーンみたいなだけではやっぱり厳しいと思っていて、さっき拓磨さんがおっしゃった構成、1話として一本の作品として盛り上げるみたいなことっていうのができてるかどうかっていう意味で言うと、やっぱりこの1本60ページの完成度はとっても大事なんじゃないかなと思いました。完成度といえばね、でも白木君私ですね。冗談ですけど。でも僕実は真逆で、僕続きの可能性一択だと思っていて。もう僕がそう思うのは単純に僕が若手の頃に先輩に読み切りって第1話の練習として書くものだよみたいなことを言われたからっていうのが大きいんですけど、ただなんて言うんでしょう、完成度も当然大事なんですけど、続きが読みたくなるってことはそれだけいいキャラがいい設定が作れているっていう、もうそういう前提があって、例えば今平野さんが担当されているロー笑いとか読み切りだったわけですよね。ただその読み切りで続きがあまりにも読みたいっていう人が増えて連載になって、で実際今すごい売れているっていういい状態にあるし、多分進撃の巨人とか最初プロトタイプの読み切りがあったわけですよね、きっと。って考えるとやっぱその続きが読みたくなる状態の読み切りの方が個人的にはいいと思っている。その上で完成度も当然重視すべきっていう、だから順番的には続きの可能性の方が大事って僕は思ってます。続きの可能性を感じさせる面白い読み切り、多分キャラが強い読み切り、で読み切りとしての完成度は多分ストーリーテリングの話になってくる気がしていて、なるほど。そういうキャラですよね。で確かにどちらがいいかって言われたらなんとなくキャラって漫画編集者は言いがちだと思うんだけど、とはいえそのストーリーテリングというのは一つのこの作家さんを構成するパラメータの一つだと思うし、どちらに自信があるかみたいなところで得意なところを伸ばしていけばいいんじゃないかなっていう。意外とこの質問とちょっと違う着地になりましたね。キャラなのかストーリーなのかっていう。結局でもそっちになっちゃう。なるほどね。そうですね。得意なものを生かすことが大事なんじゃないかと、まずは。でもあとはあれですね、こうやって編集者によってだいぶ考え方が違う。いやバラバラです。いや本当そうだと思う。それだけなんかこう、なんでしょう、決まったそのスキルみたいなスキルやり方スタイルみたいなのが重んじるものがあるようでないっていうことがなんかね、そこをすごい海外の漫画家さんたちになんかポジティブに捉えてほしいですよね。しかも普段他の編集者が何を重きを置いてるか意外と聞けないから、なんかちょっと面白いですよね。そうですね。普通に楽しんじゃってますね。じゃあ3通目にいこうと思います。応募作品の最適なページ数はどのぐらいですか？まだ2つ目の質問もあるんですけど、また画力よりもストーリーの方が重要視されますか？という質問です。最適ページ数、8から60の中でっていうこと。規定は8から60ページなんですよね。まさに最適なページ数はって書いてあるけど、これがもう答えだと思ってて、その作品を表現するに最適なページ数あることが大事だっていう。そうですね。めちゃくちゃ面白いギャグがあって、それを表現したいって作家さんが思ったとして、その結果じゃあ8ページあれば十分だったらそれは8ページでいいわけだし、ただなん
だ現実としてあれですよね、上位に入賞する作品はページ数が多い作品の方がやや多いよね、実態としては。多いと思いますね。多分4、50ページあたりが一番ボリュームゾーンなんですかね。ボリュームゾーンはい。千葉賞は50ページですよね、制限があって、だから50ページに結構収めてくるやつが最後の方が多いですよね。でそんな中でページ数少なくて、結局はページ数と読み応えをこう割った時に濃度が出てくるわけで、だからその読み応えに対してページ数少ないやつは誰かが評価しますよね。毎回これページ数少ないよっていう、はい。でさっきの自分と登作の話してもしょうがないですけど、さっきシャイ君が挙げてくれたんで、そのロー笑いっていうやつは千葉賞で賞を取ったんですけど38ページなんですよ。でそんなに他が50ページだから、はいそれを誰かが言ってくれて、で作家にあれ漫才の話だから、はい三八マイクと一緒ですねって俺が言ったら、ほうほうそこは狙いましたって言ってました。すごい。嘘つけかっこいいなちょっと嘘だと言いながらたまに合わせたと。僕らの国内の新人向けの賞とかでまさに今そういう議論がされてて、はいやっぱり皆さんどうしてもこう書きたいことたくさんあるから、限界ギリギリまでこう書く、っていう作品が上位に並びやすいんだけれども、その中で例えばじゃあ60ページとか58ページとか並んでる中で42ページとかあったとして、これ42ページなんだ気づかなかったみたいになったらもうそれプラスになる。めちゃくちゃ加点ですよね。そうですね、さっき拓磨さんのおっしゃった通り、ギャグ漫画で60とかはさすがにないみたいな、そんなにちょっとお腹いっぱいになっちゃうみたいなところはありますけど、これ完全に持論で語りますけど、僕はストーリーを書くんだったら仮に40ページぐらいがちょうどいいと思っていて、結構一つのシークエンスが僕は8ページぐらいだと思ってるんですよ。で例えばその主人公が何か悩んでる主人公が誰かと出会うまでが8ページとか、なんかそこからこうみたいなことで8ページ刻みで切っていくと大体5つぐらいが入って、それが40ページぐらいになるみたいなイメージなんですけど、でそこに対して演出が加えたかったら10ページぐらいの余剰を持っておくと50ページになるみたいな、そんなイメージなんで、だから全然ページ使って良いと思いますし、それで言うと思うのが、ハリウッド脚本術みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。大抵あれを忠実にやると50くらいになるんですよね。三幕構成ですよね。三幕構成で、でそれを減らせるのがやっぱ才能なのかなと俺はめっちゃ思いますね。上手い人って本当に省略うまいですよね。そうはい。だけど動いた感情の量変わんないみたいなはいもうできたらやったらいいと思いますと密度濃度も大事ってそうことですね。僕新人さんによく言うのが、例えばじゃあ60ページの作品としたら、50ページの内容のつもりで一旦ネームを考えた方がいいとか、45ぐらいかな、ちょっと少なめに、ちょっと少なめで45ページで描ける話、どうしてもやっぱ新人さんだとちょっと寄り道しちゃったりとかしてページが増えちゃったりするから、なんか60ページ丸々使おうと思わない方がお話は考えやすいかな。最初から60でやるとこぼれるっていう、はい、そうですね。なんか多く持っちゃう方の方が多いイメージですね。そうですね。次の画力とストーリーどっちを重要視しますかという。これも究極の。これも分かれますね。はい。じゃあ白木君どうですか。ストーリーですね。ストーリー。僕はもう完全にストーリー。画力は後からでもめちゃくちゃ伸びる感じがしていて、かつ今はネーム原作とか原作としてやる手もあるんで、僕はストーリーの方が大事だと思ってます。どれだけ絵が上手くたって話が面白くなかったらそれはついてこれないから、話の方が大事なんですけど、画力も欲しい。本当は両方大事。本当も大事。どっちももう本当に同じぐらい大事なんですけど、どっちが大事かって言われたらギリストーリーぐらいの感じです。僕は。はい。平野はどうですか。僕もどっちも大事で、多分でも僕割と画力もあるかなという、特に新人賞ではなんかそのストーリーっていう言葉に対して僕はストーリー派だったんですよ。最初は漫画編集やった時、ストーリー重要でしょみたいな。だけどやっぱ漫画ってキャラクターがないとなんでかというとめちゃくちゃ離脱しやすいから、映画とか小説で絶対読むじゃないですか。で2時間とかいるけど、漫画ってもうすぐ読むのやめちゃうから、ストーリーでどんでん返しとかやろうとすると途中でいなくなっちゃうんですよね。だからストーリーって言い方が多分白木君の捉え方のストーリーと俺が捉えてるストーリー多分拓磨さんと上田君と違ってきちゃうから難しいんですけど、でもあと画力はさっきの、原作者と全く同じことなんですけど、逆に画力がうまければ今分業になってきてますから、いい原作をつけて、
やれるだろうし、まあ、僕はこれで言うとパッて浮かんだら画力かなという、どっちももちろん大事っていうのが大事だと、はい、上田さんは。僕も今の気持ちで言うとなんか画力というのはとても大事ではあるか、同じぐらい大事なんですけど画力かなと思っていて、なんかこれは僕の個人的な話なんですけど、ストーリーの方がストーリーと言われてるものの方がなんか勉強しやすいと思ったんですよ。なんか理論だったりとか言葉にして表現したりとかができるんですけど、画力とか構図とかみたいなものはどっちかというと非言語的なセンスの部分がかなり多いので、僕が何かこう一緒にやっていく中でアドバイスできることっていうのも少ないかもしれないし、あとはこのご自身がなんかこう気づくことができたりとか捉えることができるのも結構こうすごく感覚的な部分が多いので、という意味で言うとそういう感覚的な部分を最初から持っている方は非常に魅力的に見えるという意見です。なるほど。個人的な意見の前になんかこれ前提としてプロの漫画家さんと俺すごいスポーツ選手に似てると思っていて、アスリートに似てるっていう論をずっと唱えていて、どういうことかっていうと、まあ、例えばサッカー選手するじゃないですか、すごいパスの精度が高い人とさ、めちゃくちゃ競り合いに強い人、競り合いに強いディフェンダーとさ、じゃあなんだろうシュート決めるのがフォワードを取っているじゃない。でそれも全然別の能力じゃないですか。画力とかストーリーっていうのはなんかその一要素でしかないと思ってるので、大事なのは多分自分が何が得意かっていうことを、見誤らないことというか、おそらくそれを見つけてあげることが編集者の見つけてあげるっていうか、その作家が持ってるものにちゃんと気づけることが多分編集者の、ある種一番大事なスキルの一つかなって気もするんですよね。っていう中で、その中でじゃあ画力とストーリーかっていうことを言われるとしたら、個人的には僕は画力だと思ってて、この画力っていうのも難しいじゃない。難しいです。また掘り下げられる要素で、そうですね。一昔前になんか画力とは何かっていうのが X ですごい議論されてて、でありますね。なんか一般的になんか画力が高いっていうと多分多くの人はなんかすごいデッサンが取れてるみたいな、なんかすごい完成度の高い生身の人間に近いものが描けるみたいなことを想像すると思うんだけど、なんか僕の考える画力ってなんか絵心とかに近いというか、なんか印象的であることが一番大事だと思ってて、忘れられない絵で、ここでいう忘れられない絵っていうのは、そのキャラクターの表情であることもあれば、構図であることもあるし、とかデフォルメの仕方だったりすることもあるし、であとじゃあ極端な話言うとデッサン狂ってても印象に残ってその絵をずっと見ていたい、その絵が載ってる単行本欲しいと思えばその人画力が高いんだよね。結構わざとデッサン崩して迫力出す方とかいらっしゃるじゃないですか。絵のアイディアみたいなところで言うと、あれっていうのは画力かなって気がしますけど、これ非常に難しいし、難しいですね。演出力含めってことですね。あまり優劣をつけようとすること自体が、誤ってるしと僕は思います。急だね。いきなりせっかく質問してくれたのに怒られた。聞きたくなる気持ちはめちゃくちゃわかるんですけど、いやめっちゃわかります。だから得意なものを一旦信じた方が、なんか自分が得意だと思うものを信じた方がなんか近道になる。そうですよね。今分業になってきてるから本当にその通りで。読み切りでもっと読んでみたいジャンルはありますか？例えばクライムスリラーとファンタジーではどちらが読みたいですかという質問です。例えばですけど、ジャンル論ですね。ジャンル論、読んでみたいジャンルありますか？なんかあえて見てみたいジャンルみたいなのを挙げるとしたら、なんか今クライムスリラーファンタジーみたいな感じで来てますけど、クライムファンタジー見てみたいです。掛け合わせたもの、なんかまだこの世にない掛け算みたいなものが僕は見れたら嬉しいかなと思っていて、わかんないですけど野球グルメとかってあんまり見ないじゃないですか。野球犯罪ものとかみたいな、その掛け合わせのアイデアみたいなものってなんかこう因数分解したら必ずあるはずなので、なんかそこにチャレンジしてみていただけるとおもろいかもと思っていたりは。ズートピアって割とクライムファンタジーかなって気がして。ああ、そうですよね。わかりますわかります。そうですね。はい。なんか絶対その掛け合わせで面白いものいくらでも多分作れるというか。そうですね。なんかサイバーパンクエッジランダーズとかもアンダーグラウンド SF みたいな感じじゃないですか。結構アンダーグラウンドでやってるっていうか、なんかそうですね。既存のジャンルの中になんかどういうその人の得意な要素を掛け合わせるかみたいな話かなと。まだない組み合わせみたいな。そうですね。見れると嬉しいです。それがなんか考えた時にありそうでなかったって。
いい時とただ単に需要がないからなかっただけの時がそれはそう見ですね極めを難しいですね頑張るよくねそうですね誰も見たことのないなんとかみたいな煽り文句があるのがあってそれ要注意ですよね。それはもう多分特に誰も見たいと思わなかったやつだったんですよね。あり得る。確かにあえてのあれかな、その人にしか書けないものっていうのはなんか我々は弱いまあ気がして、絶対そう。いや間違いなくそうですなんかねその自分の職業がはい。特に青年誌だとそうね、ですそう職業経験みたいなのが生かされる作品とか。じゃあ最後の質問。はいはい。難しい。受賞作品に必要な要素として審査員の皆さんはどのようなことを重要視していますか。どういう観点で評価するかということですね。なるほじゃあ最初に答えちゃう。僕はもう本当にオリジナリティだけですね。さっきなんか一貫して自分の中で一貫してるんですけど、例えば展開のオリジナリティとか、絵柄のオリジナリティとか、セリフのオリジナリティとか、なんかその人にしかないものがどれくらい出てくるか、あるいはどれくらいオリジナリティを感じるかで見てて、逆にそれ以外はそんなに後からどうにでもなるというか、逆に言うと重視しない項目っていうのは、後から備わるところじゃなんだろう、小回りとかまとめる力みたいなのは、むしろ編集者がいくらでもアドバイスできると思うので、本当にしかないもの、その人のオリジナリティを感じること。なるほど。ど。どうですか。僕ですか。大きく2つあって、一つは読者を驚かせようとする意図みたいなのがあるときに僕は惹かれやすいんですけど、それはなんていうんですかね、そもそも驚きイコール面白いじゃないですけど、面白いシーンには必ず驚きがあるじゃないですか。だから驚きはあってしかるべきで、その中に作家さんの狙いっていうものが必ず入ってるはずなんですよ。このセリフを読者にさしたいとか、この絵だけはもう絶対に一生読者に覚えててほしいみたいな。でその狙いが明確になっているものだと、もうその時点でいい作品だなって僕は結構思ったりします。何かの模倣じゃなくて、このシーンを狙って書いてますってものが分かった時、すっごい悲しいシーンで空の見開きだけを描いているみたいな演出とかがあった時に、この人はこれが描きたかったんだなみたいなのがすごく分かるじゃないですか。それがうまく構成できていなかったとしても、この人はこれが描きたかったんだなって分かれば、その時点で僕はもう賞をあげていい人だと思ってたりします。もう一点はあれですね、大きく画力、ストーリー、構成力、キャラとかいろいろありますけど、どれか一個でも尖ってればいいと思ってます。全然そうですね。なんか全部一気にやろうとする必要はまだないと思ってるんで、なんかもうとにかく画力だけで勝負しますみたいな感じでも全然いいと思ってます。そんな感じですかね。まずだから心が動くのが大前提で、どこでもいいんですけど、その感動だけじゃなくて怖いでもおもろいでも気持ち悪いでも何でもいいんですけど、心がめっちゃ動いた上で、さっき白木君が言ってたみたいに一個とんがった部分が必要、プラス最近僕が重要視しているのが、キャラクターってみんな言うじゃないですか。でキャラクター絶対で、プラスキャラクターと構成が最近の今の俺のブームでめっちゃブーム対極図みたいな感じなんです。例えばなんだろう、すげえシンプルに言うと、見た目怖い人が猫、不良が猫を見て、あれのキャラの作りでよく語られますけど、あれも構成だと思うんですね。構成を入れることでキャラがっていう。だからそこを僕は今キャラクターと構成があるやつを探し評価してるって偉そうな、なんか重視してるっていう感じですかね。上田君。そうですね、すごくなんか抽象的な言い方になっちゃうんですけど、白木さんのにちょっと近いんですけど、なんか対話してくれてる人っていう感じですね。何かを訴えかけようとしているとか、なんかそれこそ自分の生み出したものをドンで終わってなくて、お客さんというか読者に対して話しかけようとしてくれてる作品だったらすごく嬉しいし、この方は多分世の中に今後もどんどん作品を届けてくれる方なんじゃないかなっていう、そのなんていうか一端を感じられるんで、読んでいて何か心が動くっていうのがシンプルな言い方だと思うんですけど、何か人を変えようとか動かそうとしてくれてる作品にすごく心惹かれるんで、そこをすごく抽象的なんですけど重視してると思います。あんまり独りよがりじゃないという。そうですね。そうですね。見てみたいな感じの作品が好きですね。
しれないです。わかるもんね。なんか商業誌の編集者だからやっぱりその商業誌のマインドみたいなもんそうですねつまり、そうですね読者を喜ばせてなんぼだから、はいその読者のことを考えて書かれてるかどうかっていう、そのうん、まあプロとしてのはい、マインドを備えてるかどうかみたいな話。そこをまさにおっしゃる通り、そうですねかなり不特定多数の多くの人を楽しませるはい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 作品にならなきゃいけないと思うので、そういう目線をすごく重視してると思いました。うん、特に山側だし。はい。そうっす。俺の面白いを見てくるみたいな、はい、最高じゃないですか。そういう人がうまく全力で球を投げてくる、はい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 。でそれに対していやめちゃくちゃ面白いんだけど、うんこのままじゃ伝わんないから、うんじゃあこういう振りを入れようみたいな、どう伝えるか。なんかそうそうそうなんかそれが編集者の今までやってきた仕事みたいなところがあるんで、うん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 その剛速球を待ってるみたいな。もうめちゃくちゃ待ってる本当にいつももうミット構えて待ってて、はい。全然外れてもいいよみたいなあうん。めちゃくちゃいいまとめになったじゃないですか。我々は構とにかくえてます。ゴールド今待ってます。面白いってほぼ新しいとイコールだと思おうんですね。ーなるほど。はい。その面白いってのはつまり何だって読者に対する刺激じゃない、うん泣きでも、はい。怒りでも、うんその刺激何に刺激を受けるかっつったら見たことないってことだから新しいであって、うんはい。だからその多分新人さんがこれ誰も書いてなくないって思ったら多分それは結構面白いに近いんじゃない、うんなるほど。不安になっちゃうかもしれないけど、うん。っていう剛速球をねうん投げてほしいなと。はい。もう17、8年漫画編集そんなにやってないから結構15年くらいやって、思うのがその書くの辛い大変なこととか多分めちゃくちゃいっぱいあってでもまあ楽しく仕事したいなと僕は思っていて、でそういうふうにやっていけるようにしたいなって山鹿の人たちは多分思っているのと、あとやっぱ大変なことたくさんあるんですけど、なんか楽しく打ち合わせとかして楽しく書いた作品の方がなんか、まあやっぱ人ね、エンターテインメントなんで特に山鹿は楽しいものができるかなと思うんで、なんか楽しみながらはい。漫画を描いていただけるといいんじゃないかなと思っております。講談社で漫画を描いていただくメリットみたいなものを考えたときに、僕らの一番の強みって漫画がとにかく多様であることだと思っていて、どのジャンルの漫画でも描けるし、特にヤングマガジン、青年誌なんで描けないジャンルは基本的にない場所なので、ぜひ応募していただけると嬉しいです。そして僕らはヤングマガジン USA っていう海外に向けた雑誌を作るっていう企画もやってたりするので、海外に向けてこれからもどんどんチャレンジしていきたいと思ってます。なので皆さんの作品をそこにも載せられるように頑張っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。で今日は、視聴していただきありがとうございました。漫画の、マーケットがすごく広がっていて、これからは青年というジャンルがすごく伸びていくと思います。もし青年ジャンルに、興味のある方がいらっしゃったらぜひとも、僕らに、持ち込みをしていただけるととてもありがたいです。いつでもお待ちしてますのでよろしくお願いします。いや一作品でも多く読みたいので投稿お待ちしております。わー